はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは TRN ドルフィンです。フェイスプレートの曲線がとっても美しいイルカへのオマージュモデルなの。イルカの頭部をイメージしているらしいね。海をスイスイ泳いでるみたいな滑らかな曲線になってる。あ、イルカはどこにいるかななんてね。ミミーちゃん、イルカにはあっさりかわされそうだけど、最初から飛ばしてるね。このドルフィンは MD ジャックの名前の由来にもなっているモデルだから、ぜひレビューしておきたかったんだ。MD ジャックの D って実はドルフィンのことなんだよ。ああ、そういえばそうでしたね。そりゃ、やらないわけにはいかないか。そういうこと。このドルフィン、中身は見た目以上に力強い構成なんだよ。だいたい3000円台で買えるエントリークラスのモデルだよ。コネクターは買うとき選べるようになってる。もちろん USB Type-C も選べるね。最大の特徴は 10mm のデュアル軸回路を搭載した LCP 振動板ドライバーだね。高い時速密度で硬い LCP 振動板を正確にかつ力強く駆動できるんだ。LCP って液晶ポリマーのことだよね。反応が速くて歪みが少ないのが特徴だっけ？正解。この強力な磁気回路と LCP の組み合わせが音の改造感に直結しているんだよ。第2世代に進化したドライバーを搭載してるってことだけど、どんな音になっているのかな？ボディは亜鉛合金製で、片側 9.1g とやや重めに作られてる。手に持つとそれなりに重みを感じるね。イヤホンとしてはまあまあ重量級かな。この重さが不要な振動を抑えて、ドライバーの性能をフルに引き出してくれるんだよ。デザインの突起以外は以前レビューした TRN-MT5 に似てるのよね。あの1000円台で買える高コスパモデルだね。あれも LCP ドライバーだったよね。そう。ドルフィンは MT5 の優れた設計をベースに第2世代の LCP ドライバーとより高級な外装と調整を加えた進化系と言って良さそう。人気の海洋シリーズに入れたことでコンセプトもはっきりしたし、戦略としてはうまいよね。装着感は普通にいい感じ。ノズル径が 5.5mm と少し細め。これも MT5 と同じ傾向ね。ボディは重めだけど耳に収まっちゃえば意外と気にならないかも。音漏れの心配もほとんどなかったわ。早速音を聞いてみたいですね。今回の比較モデルは何でしょうか？さっきからちょこちょこ話題にしている TRN-MT5。それからほぞい D1 にしてみた。音調整の基準はドルフィンと MT5 が似ているということと D1 の中広域の特徴がはっきりしているあたりを聞いてもらう感じになるよ。はい。ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。確かにドルフィンと MT5 は収録音だとあまり違いがわからなかった気がします。まあそうなんだけど、よーく聞くと MT5 の方が低域の厚みがあって、広域はドルフィンの方がちょっと強めってとこかな。50Hz から上 2kg ぐらいまでの出方の差は実機で比較した方がはっきりしてた。ここの違いは結構大きいんだよな。でも価格は MT5 が半分ぐらいでしょ？やっぱ MT5 ってコスパいいよね。そうだね。
ドルフィンはパッと聞いた感じ、低域がやや軽めに感じる分、中高域以上がしっかり飛び込んでくる。MT5 はこの大域に厚みを持たせてる分、ドルフィンより重心がやや低め。ここは好みの分かれるところだろうね。私はドルフィンの攻撃がちょっときつめに感じたんだけど。そうかもしれないね。これはディバイナスベルベットを使ってるんだけど、攻撃を調整するならバンドルイヤーチップのホワイトを使うと抑えられるよ。聞いてはっきりわかる違いがあった。内径が狭くなっているものならこれに限らず同じような結果になると思う。波形にも違いがはっきり出ていますね。そう、もう一つのイヤーチップは TRN ティップスで、これがベルベットによく似た波形になってるから波形データを多く持ってる方を基準にしたんだ。一方、コゾイ D1 は中高域の違いがはっきりしていたのと、ドライバー構成、価格帯が似ていたから比較してみたんだけど、違い分かったかな？ボーカルは D1 の方が前に来る感じで、キャラの違いが分かりやすかったよ。ボーカルに特化した場合、D1 を選びたくなるかも。そうね。ここからは波形のみの比較で、ドライバー構成の違うものもあるけど、価格帯の近い最近のモデルとの比較ね。いずれも以前レビューしたことのあるモデルですね。そう、この辺りと比較すれば、ドルフィンの高低バランスの感じがより把握できるんじゃないかと思うので、参考になればいいね。ドルフィン実機を視聴した印象をまとめると、先ほどのいくつかのモデルとの比較から判断すると、低域はやや抑えてるかなという印象。普段低域強めのミックスだと感じてるアルバムがちょうどいいバランスに感じたこともその根拠。なので普段はフィーを K7 で聞くことが多いけど、低域が太めに感じる全ダックに変えてみたらこっちの方が合う感じ。中域の抑え方を見るとドンシャリって言いたいけど、ドンがちょっと弱いからドンシャリ。ドン。イルカは海豚って書くからちょうどよかったりして。そういえばそうだね。ミミィちゃんうまい。最近のモデルのチューニングの傾向だと中域も結構厚くしているものが多いんで、ドルフィンはスッキリ感と引き換えに力強さがちょっと足りない気はする。でもそれがマイナスというほどでもないですよね。そうだね。繊細さを重視した出音という感じ。中高域は綺麗だと思いました。ボーカルの感じいいですよね。視察音はちょっとありますけど、これは先ほどのイヤーチップの交換で結構抑えられましたね。そう、効果あった。広域のシンバル系は結構目立つけど、線の細い出方だった。空間は広く感じるよね。うん、見通しよかったわ。これから1本目のイヤホン買う人にまずはドルフィンからスタートっていうのもいいよね。うん、いいと思う。もちろん1000円台の MT5 もいいと思う。私は中華イヤホンは2000円台だった KZZSN から始めたからね。結論としてドルフィンは TRN の良い音の基本に磨きをかけたモデルという印象だね。1000円台の MT5 の良さを知っている人ならこの進化は納得できるってことになりますかね。多分ね。出音がより綺麗になった分ちょっとパワフルさを抑えた感じもするけど、まあそれを狙ったチューニングだろうから弱点というわけではないと思う。LCP ドライバーのスピード感とやや広域寄りのバランスを求めている人には鉄板の選択肢と言えそうだね。はい、ということで TRN ドルフィンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。